実際に当院、当社、枕研究所、そして16号整形外科、多くのスタッフにこの商品みんなに配りまして、ほぼ全員に使ってもらいました。その中でちょっとこうボロボロっとかすって言ってなんて言えばいいんですか、はい、ちょっとその皮膚からボロボロしたものが出るっていうお話と、あと若干ちょっとこうオイルのものに比べると保湿感が塗った後にまたサラッとしてしまって、これでいいのかなみたいな物足りなさみたいのがあったっていう話、正直なところありまして、そういったことはどんなふうにお考えですか？もうまさに一番したいお話をさせていただいてしてくださったんですけれど、うちの商品ってこの商品を使って最初の感想として、物足りない私にはって言われる方で、塗っていくとなんかポロポロしたものが出てくるんだけどっていう方少なくないんですよ。でそういう方に対してはまず第一声、あなたに使ってほしいですそういう方にこそ使ってほしいです。まず物足りないっていうことはやっぱり肌が乾燥してるから、水分入れるだけでは保湿された気がしないっていうことなんですよね。でそれってやっぱりさっきの話、1回塗っただけでは角質層全体が潤うことはないので、普通の化粧品はベールで包むように塗った後のその滑り感を良くすることを一つ目的に置いているので、塗った瞬間にいい感じって思えるんですけど、そのクリームの下どういう状態ですかっていう意味でいくと、それを塗っただけではやっぱりダメですね。やっぱりずっと保湿が必要な状態っていう、その意味ではその水の取りっていうのは水を入れるだけっていうところはまただけでもないですけど、だけっていうに近いので、1回塗っただけではやっぱりすぐまた乾燥してしまう。だからそういう方に重ね付けを本当に知っていただくっていうこと、その効果を知っていただいて、本当に実践していただいたらもう肌の状態がもううんと変わってくる。そうするともうこの手法を手放せなくなるっていう喜びになっていくし、それだけではまだまだっていうぐらい乾燥している方には、さっき言いました水の彩りを重ね付けしていただいた上で、普通っていうか一般の保湿クリーム、ヒアルロン酸を強調したものだったり、プロテオグリカンだったり、あるいはオイル系の商品とかを最後に使っていただく仕上げっていうことをして、しっかりそのスキンケアに時間と手間をかけてあげると、もう随分変わってくると思います。なので物足りないっていう方っていうのはやっぱりよりお肌の表面が乾燥している方っていうことなので、そんな方にこそ使っていただきたい、そんな方のための商品なんですっていうぐらいな思うんですよね。なのでもう一方のその肌のポロポロしたものが出てきて使いにくいって確かに使いにくいと思うんです。塗っててポロポロしたものどうしたらいいんですかってなるんで、だけどそういう方どうして起きるのかっていうと、やっぱり下から新しい皮膚が上がってきて、角質もだんだん上がってきて、最後は赤になって剥がれ落ちる。だけど剥がれるか剥がれないかって100か0かじゃないんですね。剥がれかけて残ってるんですよ、たくさん。だから粉吹くんですね。粉吹いてる状態ってそうなんです。剥がれるべき角質が剥がれずに残ってるから、こう乾燥してるから、まだちょっとだけついた状態で、それがいっぱいたくさんあるから、水分を与えてふやけた状態で少しマッサージかけてあげると、クリームの粘質と一緒にこのふやけた剥がれかけている角質が剥がれるんですね。でそれが一緒になると消しゴムカスみたいになるっていう状態、結局それはやっぱりお肌が乾燥してるからということなんですね。潤ってたら、その剥がれかけてるものももうないわけですから。そうなんです。だからそういう状態なので、より人よりも多く重ね塗りをしていただくと、その状態は徐々に改善されていくっていうふうに思うので、目に塗っていただきたい。また肌の表面をきれいにする、今言葉としては使わなくなりましたし、使っちゃいけなくなりましたけど、ピーリングっていうことっていうのは、やりすぎるとトラブルの元にしかならないので、そこはやっぱりこう薬事としてはもう進めないことにしてるんですね。それを進めた瞬間にやりすぎる方が必ずあるので、なんでうちでもありました。やっぱ3時間こすったら真っ赤になったんですけど、いやそりゃそうでしょって話なんですけど、そういうこともあったりするのでお勧めしませんが、マッサージっていう言葉に置き換えて1週間に1回程度軽くこすってあげて、なんかポロポロ入れた、そしたらその後水道で軽く流してあげたら、もうカサカサしたものが取れちゃってるので、すべすべになってます。なので
そんな方にこそもうぜひ使っていただきたい。わかりました。素晴らしい回答をいただいてありがとうございます。じゃあもしですね、物足りないと言ったり、ボロボロという言葉がキーワードが出たら、あなたにこそ使っていただきたいですというお話、させていただきたいと思います。ありがとうございます。よくわかりました。アトピーの方でも、安全に使っていただきたいっていうのがあって、実際にですね、アトピーの患者様でも使ってらっしゃる方がいらっしゃれば、そんな事例もちょっとお話伺えたら。多いですね。アトピーの方、もちろんいろんなね症状の出方される方があるので、レベルもありますもんね。そうです。度合いも違うし、本当にそれは皮膚科でね、見ていただかなきゃいけないということが前提ではあるんですけど、僕らがやっぱり思うのは、やっぱり乾燥してしまう方が多いので、その方に水分をしっかり与えてあげること、さっきの重ね塗り含めてしてあげることで、まずかゆみが収まる、かゆみが軽減され、収まる言い過ぎかもしれません、軽減するので、かゆみが収まるとどうなるかって、かく回数減るんですね。かくことが一番的だというふうによく聞くので、アトピー、乾燥系の症状のある方は、かくことが収まったら、ステロイドよりも効果があるっていうことをよく言われるので、最近ちょっと減りましたけど、当時この商品を出した当時ってよく電話かかってきました。クレームの電話が要はどんなクレームかって言ったらよくなりすぎるとかっていうことじゃなくて、本気のクレームなんですけど、何を言われるのかなと思ったら、要は嘘ついてるでしょと、この商品にはステロイドが入ってるとは書いてないけど、ステロイド入ってるでしょ、こんなに良くなるはずがないって言われる。なのでステロイドなんて僕ら持ってませんから、使い方わからないことありえないんですけど、そのぐらい保湿されて知らず知らずなんですよね。書くことが減ることによって症状を緩和していったっていう方が非常に多いですよね。もちろん原因が別にあるので、そもそも原因があって、あくまでも症状の緩和でしかないので、根本治癒ではないんですけど、書かないことが一番の薬っていうのはよく言われる。で、書かないためには保湿っていうのはすごく効果があるっていうのがよく言われます。だから実際ちょっと話それちゃったんですけど、実際使ってこのアトピーでいろんなものを試したけど使うものがなかった、だけどもう単純なオイル塗ってもダメだったっていうね、そんな方でもこの水塗りだったら使えたっていう方が非常に多いですね。もうこれのおかげでだいぶ良くなったって、そもそもこの商品を開発することになったきっかけ、最後の背中を押してくれたアトピーの患者さんで、背中がすごくひどいアトピーで、毎晩背中なのに自分でかけないから毎晩痒くなるから奥さんを起こされる。で、奥さんに背中かいてくれっていう、そもそもワセリン塗ってるんですけど、ワセリンじゃかゆみ止まらないっていうので、夜中に奥さんに背中かいてもらう、そうすると皮が落ちる、でかけばかくほどまた傷つく、で布団もパジャマもベトベトになる、寝られないっていうので本当に困ってた。で、その方にこの試作品を使ってもらったら、もうまず布団もパジャマもベトベトにならないし、かゆみが収まるので書かないし、書かないっていうことで寝れるので、奥さんも起こされないので寝れるし、顔落ちないし、ベトベトにならないしっていうので、もうこのクリーム本当にいいって言われて、商品化することを決断したっていうのが30年前の話なんですよね。そもそもアトピーの方たちの交流の中で、この商品が現実化していったっていうのが実態なんですよ。じゃあもう自信を持ってアトピーの患者様にも使っていただけるかと思うので、もちろん主治医の先生とご相談しながらですけれどもね、回数とか使い方とかはそこで決めながら、でもかなり安全性がそういう意味でも医薬品ではない、化粧品ではあるけれども、安全性も高いし使っていただける商品であると、経験的に非常に大きな症例を持ってらっしゃると思います。わかりました。途中のお話と変わるかもしれないんですけど、こちら整形外科医っていうことで、整形外科っていうことなんですけれど、お肌のことってどんなことを訴えておられる方がいらっしゃるんでしょうか。そうですね。整形外科で、いわゆる整形外科って骨折とか捻挫って思われるかと思うんですけれども、私の専門分野が例えば睡眠とか枕とかっていうことも含めまして、やっぱり慢性疾患っていう慢性的なご病気の方が多い。そうなるとどうしても患者層っていうのは年配の方が多くなってくるんですよ。で、この年配の方っていうのはですね、何かに言ったら専門のことを聞くじゃなくて、もうこの主治医に話したいことは何でも体の困ることは喋ってしまうんですね。っていうところから
もう冬場のどれだけかゆい皮膚、先生ちょっと見て、もう見せるみたいな感じで、冬場ですね、本当にどれだけ多くの患者様の皮膚を見てきたか。そうなんですよ。でそこでボロボロになっている皮膚、かゆみのある皮膚、乾燥してる皮膚っていうのを見てきました。でも最後の決め手はやっぱり皮膚科の先生に見てもらいなさいっていうことしか言えないんです。で中には皮膚科にもう行ってるんだっていう患者様もいるんですよ。皮膚科で医薬品はもらっている、でつけてもいるけど良くなっていない、で見た目に湿疹はできてないんだけどやっぱりボロボロに乾燥して痒くってでかいちゃって皮下傷ができてるっていう状況が多くて、じゃあ皮膚科に行ってちゃんと医薬品もらってるんだったらそうじゃない部分っていうのは今度調剤薬局に行って薬剤師さんにお話を聞いてもらいなさいっていうことを言ってきたんですね。でもしそこで薬剤師さんに紹介するよりももうちょっと知識のない専門性はないけれども私が言ってあげられることって何かなって考えた時に保湿だろうと気づきました。で保湿クリーム何かいいものはないかなって思って探した時に何よりも安心なのはやっぱり水っていう成分と御社とのお付き合いの中で非常に誠実にお客様に接していらっしゃる長年30年も歴史のある商品というのがどれだけ副作用が起こってないかっていうことの裏返しにもなるので御社の商品にしてみようと思ったわけです。ありがたいですね。それは。やっぱそうなんですね。乾燥される方多いんですね。本当に多いですね。本当にそうです。毎日のことですよね。かゆいとかって。かゆいって一番痛いよりも辛い。いや、本当そうですね。寝れないっていうところにつながっていくので、だから夜寝る前に私たちやっぱり睡眠っていう切り口でいろんな提案をしているので、そこで寝る前にしっかり保湿して眠ってくれたらもしかしてうまくいくと夜中に1回も起きないで眠れるんじゃないか。眠れると痛みも感じにくくなるんですよ。いいことだらけですよね。はい。もう睡眠ってやっぱすごく大事で、肌もやっぱりしっかり寝れることで肌も綺麗になっていく。そうですね。かゆみが収まることでより眠れるっていうのはもう一石二鳥のことですね。本当そうですね。好循環になっていきますよね。皮膚科の先生とか薬剤師さんにその肌を良くするための処方を組んでいただくっていうことも必要だし効果的なんですけど、それを助けるためにも水の鳥を塗っていただくと、その水分を与えた上でその上からの処方箋を塗っていただくことによってより効果が出やすくなると思いますので、そこはやっぱり今もねおっしゃっていただいたように本当にトラブルなく30年間来た商品なんですね。重篤なクレームって本当なかった。それがねもうすごく大事ですね。特にやっぱりこれが一般っていうよりもちょっとやっぱり一旦患者様っていう病気として相談に来てる医療機関の中で自信を持って進められるっていう時には副作用とか、副作用までいくと医薬品レベルになっちゃうので何もトラブルが起こらないっていう状態を担保した上でお勧めしたいなっていうのがあります。本日は長いお時間、あっという間に時間が過ぎちゃって驚いちゃいましたけど、喋りすぎましたね。はい、ありがとうございます。これからもぜひ今日のお話を伺ってますますこの商品を患者様にもお客様にもお勧めしていきたいと新たに思いましたので、はい、頑張って多くの方に届けてまいります。これからもどうぞ、社長も元気で頑張ってください。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。